古着屋で働かせてもらってて、前は雇われて、で自分でやりたいって思ったのでやろうってなりましたね。もともとアンオールドジョークって頭文字が A だったんですけど、それをちょっともう U に変えて、打ち消しのアンに変えて、アンオールドジョークで、そもそも2番煎じっていう意味があるんですけど、自分の古着でおしゃれをするっていうこと自体が2番煎じだなって思って、でも2番煎じだけどそれは自分で選び取ったものだよねっていうのが、自分がおしゃれをするにしても、ピックをするにしても、お客さんが洋服を楽しむにしろ、それはもうそれぞれの自分だけのものだよねっていう感覚が強いんで、唯一の2番煎じっていうような意味で一応僕のお店の名前は付けました。結構フィーリングが多いかもしれないですね。こういうのはもう面白いなっていうものを並べてるというか、お気に入りのものは結構あるんですけど、視力検査機とか、そこに三輪車とかあるんですけど、あと実は、入り口にレコードものがそこにパンってあるんですけど、そこら辺とかは誰にも分かんないようにというか、自分の歴史になぞらって一応意味を添えて重機として置いてるので、そこら辺は好きな重機ですね。あんまりお客さんが見てて邪念がないようにというか、結構シンプルにで、真ん中のものだけ釣ってというか、であとは全部ラックなんですけどっていう感じですかね。簡単に言えば見えやすいようにしてますね。原宿が好きだからですね。シンプルな答えになっちゃうんですけど、原宿が好きで、やっぱり僕の中のイメージって最近やっぱり下北沢とかがすごい盛り上がってるとは思うんですけど、自分の年代的にというか、原宿がやっぱりファッションタウンだったんですよね、自分にとっては。だからで今も別にその風潮は別に廃れてはないと思ってるので、この街でやっていけたら一番楽しいだろうし、自分の自信になるなと思ったんですよね。やっぱ争いが多い街でも多分あると思うんで、ここでやっぱずっと勝っていきたいなっていう気持ちはありまして、原宿に出しましたね。個人営業のお店っていうのは1点ずつやっぱみんなセレクトしてるので、そのお店の特色が出るので、量販店とかじゃ買えないような、一言で言っちゃえば質の高い古着っていうものが割と手に入りやすいんじゃないかなと思います。でも学生の時から、やっぱ古着屋さんで働きたいなっては思ってたので、結構気づいた時にはもう服が好きだったので、その時点でやっぱ洋服好きだと、すごいシンプルな話ですけど、やっぱお店で働きたいなって思うのが普通の人の感覚だと思うんですけど、僕も普通の人だったんで、それでやっぱ働きたいなと思って、でも一番最初は働けたのは誘ってもらったからですね。前のお店に常連として通ってたんで、そこのスタッフさんと連絡先とか交換してたんで、バイト先決まったって言われて、決まってないですよって言って、そしたら働かないって言っていただいて、働き始めたのが一番最初ですね。雇ってもらって働いている時にそれだけでも十分楽しかったんですけど、お客さんとお話しするのが僕結構好きで、それを自分のお店でやらなきゃなってどっかで思ったのが最初かもしれないですね。やっぱり古着屋さんってどっか敷居が高いイメージがやっぱり今でもあると思うんで、僕がそうだったからすごい分かるんですけど、学生の時に通って古着屋さん行ってる時にやっぱりどっか緊張したりとかあると思うんですけど、そういうのはしなくていいよっていうのを実際喋ってみないと多分分かんないと思うんで、楽だな、このお店すごい居心地いいなって思ってもらえるような接客スタイルというかは心がけてますね。虹色のノイズみたいなのがテレビみたいだなと思って、上にかかってたらちょっと面白くないっていうふうに思ってかけましたね。2個思い浮かんだんですけど、やっぱシンプルにやっぱ自分で選んだ洋服たちなので、やっぱそれを心の底からかっこいいなと思ってマジで
やばいですわこれってなって買ってくれて、それでこうファッションを楽しんでいくっていうのがやっぱりこう職業冥利に尽きるというか、一番やっぱ嬉しいなっていうのが一つで、もう一個はもう12年目になるんですけど、古着屋さん歴自体が常連さんが学生だった人が社会人になったりとか、もともと社会人だったやつが普通に結婚したりとか子供を持ったりとか、そういうこう人としての歴史を見させてもらえるみたいなのがやっぱりこう強いですね。普通のお店だとあんまりないよなっていうふうには思いますね。冬場はうちダウンジャケットですね。ダウンジャケット欲しかったら着てって思います。結構自信あるんで、そこに関しては面白いものも、あとはかっこいいなって思う着方とかももちろんですけど、そういうのも一緒に考えたりとかできたらいいなって思います。お客さんとテナント入ってたところが空き家になってますね。本当に悲しいなって思うんですけど、家賃がやっぱり高いですよ、原宿って。コロナ禍でやっぱりこう動きづらくなって撤退っていうのは歩いているとめっちゃ思いますね。これはやっぱなかった事態ですよね。やっぱ原宿って人気だったんで、ずっと空いたら埋まるみたいな感じの土地だったのが、人気がなくなったってわけじゃなくて、言ったらお客さんの来る量と家賃の割合が合わなくなっちゃったっていうことで、多分撤退していく人が多くて寂しいなっていうふうに思いますね。だからもう頑張っていきたいなって思います、そこは。アンオールドジョークスタッフの青山聖です。アンオールドジョークっていう店自体がだいぶサイズの大きめのオーバーサイズを取り扱っていることが多いので、もちろん僕がオーバーサイズ大好きなので、みんなが見て大丈夫なのって思えるような 5XL とかもう規格外なサイズ感とかのスタイリングを提案するのは結構得意なので、任せていただきたいなっていうふうには思いますね。今は僕はこのアンオールドジョークっていうお店をもっと大きくして、もっとその信頼してもらえるスタッフというか、一言で言うとカリスマになれるように僕はもう努力をしていきたいなっていうふうには思ってます。僕が最近疑問だなって思うのが、オンラインストアができているからっていうのはあるとは思うんですけど、古着屋さんやりたいって古着屋さん行ってない人が言ってるのを見ると、なんでってなるし、なんでってなるしっていうか、絶対そこに近道があるんですよ。僕はやっぱり常連だったから早かったなと思うんですよ。お店の常連さんにさせてもらってたので、古着屋さんの。そうするとやっぱスタッフさんとかがシンプルに面白いから居心地もいいし、やっぱこう仲良くなると教えてくれることって意外と実は多くて、相談相手になってくれる人っていうのをまずはリアルで見つけるっていうのが一番大事なんじゃないかなと思いますね。ネットで転がってる情報ってやっぱりどこかリアリティに欠けたりとかすると思うんで、やっぱこう自分の中に自分のリアルに古着屋を入れるっていう行動をぜひしてほしいなって思いますね。昨今オンラインの時代なので、万全の体調に気をつけて店頭に遊びに来てほしいですね。僕は実店舗が面白いから、何にせよ自分たちにとっても楽しいし、多分お客さんにとっても面白いものが僕はあると思うんで、そういう意味でぜひアンオールドジョークに足を運んでいただけたらなと思います。